ようこそミキさんの剪定教室へ。今日はあるお宅の一日の剪定作業を見ていただこうと思います。今回の動画はいつもと趣向を変えて私のお客様の庭での仕事の進め方をご覧に入れます。私ミキさんの仕事のやり方、進め方が皆さんのご参考になればと思い作成アップしました。ただし、いつもは右手にハサミを持つのに、今回はその右手に撮影用の iPhone を持って、左手にハサミを持って説明しています。そのため、お見苦しい点がありますが、ご容赦ください。撮影したのは2023年の11月でした。今日登場する木なんですが、それはこれらの木です。今回は一本一本の木をその庭に合う大きさや形に仕上げる。その庭に合う大きさや形に仕上げるために、私ミキさんがどんなことを考えながら作業しているのか、どんなことを考えながら作業しているのかをご覧いただきます。これはこの手頭です。最初はね、これの半分ぐらいしかなくて、去年もですね、このぐらいの高さだったんですが、あっという間に大きくなり始めました。で、この庭の全体から見るとこの高さの半分でいいので、できるだけ頑張ってですね、小さくしていきたいと思います。それでこうやってこうかき分けるとですね、去年ここで切った跡とかありますね。ここにも切った跡がありますね。この去年よりもっと下例えばですね、例えばこのぐらい下で切ります。今ね、ここで切りました。こんな風にですね、先だけを切るんじゃなくて奥から切ります。これを何本かこうやって抜いていきます。このような枝をですね、こんな風にこう抜いていくうちにですね、こんな格好になりました。この後ですね、ちょっと刈り込んでですね、形を整えます。これで整えるわけですね。ちょっと今両手使えないので、買っちゃいますね。はい、はい、これはこれで完成です。透かしてから刈り込んだという手順です。向こうにもう一本あるので、そちらは刈り込んでから透かすというやり方をしてみたいと思います。この木はですね、青玉です。枝がよく見えるようにですね、この葉っぱをですね、ちょっとこっちへすると葉っぱがもう落ちますのでね、葉っぱを落として枝がよく見えるようにしています。
この辺りはね、もう小枝が張ってきましたね。それでこの辺なんかはね、こうやって一節目でね切ることによって、この辺りがですね部屋の中から見えてちょっと鬱陶しく感じるということなので、こっから先でですね、この枝を取るためにここからノコギリで切ります。切り終わりましたね。これでこの辺がなくなりました。この辺りはですね、枝が張ってうまくできてきましたね。それでね、例えばこういうね、徒長枝がありますので、こういう徒長枝はですね、元から取ります。ちょっと左手なんでうまくいきますね。よいしょ。これね、これも徒長枝ですから元から取ります。あとはね、こうやって、また小枝がさらに張るようにね、切っていけば、どんどん張ってきていいですね。小枝が張ってくると木は大きくなりません。ここなんかもね、こうやって一節目でね切ります。一節目で切ってあげると小枝が張ります。こういういい感じになりました。これで仕上がりました。葉っぱも落としたので、冬らしくなりました。次はですね、この糸ひばなんですが、もうほとんど手をつけなくてもですねいいようなんですが、まあ多少ですね、こういうこの上のを取ってもう少しこう垂れたのだけに、したいと思います。終わりました。糸ひばの注意点としてはですね、まずこういう枝分かれのところでですね切るときは、きちっともう残らないように切るということが一つですね。こう上に行っているのはね取ってあげて、こう全体に垂れる、この枝先が垂れているのはですねこの糸ひばのいいところですから、これをハサミでこうチョキンチョキンって枝先を切らないでください。もう全体にともかく垂れているということに気をつければきれいに仕上がります。この手頭はそこそこ捨ててるでしょ。もう去年からね、向こう側のブルーシートが見えますね。ですから今年はこれはただ刈り込んで形を整えるだけにします。刈り込みばさみで整えます。この木はね刈り込んで今年はおしまいとします。こちらのこの手頭も
昨年ですね透かしてあって、中の方にも葉っぱがあって、下のブルーシートも透けて見えますね。ですからもう今年は透かさずにですね、これも刈り込んでおしまいにします。こちらもですね終わりました。こちらはねちょっと根元もねすっきりきれいにしてみました。次はねこれですね。これ名前は何て言うんでしょうね、龍舌蘭とかユッカ蘭とかいうやつなんですけど、これの手入れとしてはね、この根元に子供がありますからね、これは取らずに育てます。で上がね大きくなりすぎたら上を切っちゃって下に切り替えるということで育てます。それから上の方はですね、このね葉っぱをねこういうふうにね、切っていくだけです。これでねこれはおしまいです。それでねこれ上どのぐらい残したらいいか、もっと減らしてもいいですよ。ね、減らせば減らすほどですね葉っぱが少なくなるので、大きくならなくなります。葉っぱをうんと減らすと葉っぱの光合成ができないから大きくなりません。ですからどのぐらい残すかっていうのはお好みで決めてください。次はこの手頭なんですけども、さてこれどういう形にしましょうかね。細長いろうそく型にしましょうか。高さはここの場所であればこの大きさでいいと思いますので、形だけを少し整えます。終わりました。高さもね、ちょっと切っちゃったんで、20センチぐらいは低くなりました。この木はこれで以上です。次はこの木です。コニファーですね。正確な園芸品種名は知りませんがコニファーです。それでこの木はね太さこのぐらいなんですが、どんどん大きくなっちゃうんでね、以前ここで何年か前にここでね切りました。それからね去年はね、ここで芯を詰めました。ここで芯を詰めてこの横に行く枝をですねここで縛ってこれを芯に仕立てました。ここでねここからピューッと伸びてたんですが、それをここで切っちゃった。下の枝をですねシュロ縄で結んでこいつを芯にしました。それでそんなことをしていた中で、樹勢が落ち着いてきてます。これを切る前の頃はねぐいぐい伸びてたんですが、これを切られてまた芯を積まれてすかされて葉っぱを少なくされたので、樹勢が落ち着いています。ですから今日はこれはいじらずに置きます。これもねこちらと同じ木ですね。これも樹勢が落ち着いているのでいじらないで帰ります。次はねこの糸ひばなんですがね
先ほどやった糸ひばとか普通の糸ひばよりちょっとねこれ元気がいいんですよ。それでね最初の大きさはこれの半分ぐらいの高さ、この辺までしかなかったんですけど、ぐいぐい大きくなってきた。ちょっと油断してですね、あまりすかさずに帰るとですね、上がわーっと繁茂する。上が繁茂したらですね、下の枝が日が当たらなくなって、これ枯れちゃったんですね。こういう切り口2本あるけど、これはね、エアコンのために切ったんじゃなくて、枯れちゃったんで切ったんです。まあでもちょうどねエアコンがあるんで、ちょうど結果的に具合は良くなっています。それでこれはですね、また油断するとまたこれより高くこういう高さになっちゃいますので、かなり思い切って葉っぱを減らしたいと思います。はい、この木も仕上がりました。これでね来年来るとねまた今年のようにねもうねボサボサになっています。この木の剪定のコツというのはですね、まずこの木の中心っていうのはまあここにあるわけですよね。この幹まっすぐですからね、中心が分かりやすいですね。この中心から枝が一本一本外に向かっているということですね。外に向かって伸びてくる。ですから例えばこういうところからですね内側に向かって伸びるやつがあります。内側に向かって、そういうのはねここでね丁寧に切ります。で太いのを見つけて太いのを切っていくとこういうなるべくね細いのが残って自然になります。それとしだれるのがいいから、途中で極力切らない、細いのを残して切らない、いうことがコツです。ね、こういうところねなるべく短くきれいにしていく。それとね、こういう葉っぱがあるところは来年来るとまた繁茂してますが、こういうね葉っぱがなくなったところ、ここからはもうこの木はね葉っぱは出ません。ここから先の葉っぱを残しとかないと奥からもう葉は出てきません。次はこの花水木の剪定をしますが、花水木の剪定はですね、花水木として動画を独立させてアップしていますので、詳しくはですねそちらをご覧ください。でこの木の場合で言いますとね、例えばここから真上に向かって太く徒長しています。それを切り落とします。それとこれね、この太いやつ上に向かってぐんぐん伸びちゃってる、これはねここ二股になってるんでしょ。ここで、太い上のやつをそっくり取ります。それからこの辺でやっぱ上にねここも二股になってて上に向かってっから、この辺もですねちょっと徒長した太いやつ、徒長した枝というのは、幹が若々しくて、節節間が長いですから、そういうのはほっとくとですねまだまだ伸びていっちゃうんで、そういうのを切ります。ではそれを切りますが、今日は GoPro 持ってきてないのでね、
切るとこを見ていただけないのが残念です。これ徒長枝ですね。徒長枝、肌がツヤツヤして綺麗でしょ。だからね、こういうのを切っちゃいますね。それで徒長枝はですね、元から切ります。おろこれも徒長枝ですね。これも徒長枝。これも上に向かってますね。これも徒長枝。ということで、こっちにもありますけど、後で切ります。花水木は、花が咲いて楽しんで、またこの秋にね、この赤い実ね、これが楽しめます。花が咲かないともちろん赤い実もつきません。花水木終わりました。花水木で枝がテーブル状になるといいというふうなお話をしてますが、この辺はね、枝がテーブル状になっていますね。これが切った枝のすべてですね。これ徒長したやつ、もうこんな太くてね、木の肌もいいですね。こういうのはね、早めに取った方がいいです。終わったやつを下から写しています。次はこの木です。シマトネリコといってですね、非常に玄関なんかのシンボルツリーとして大変人気のある木の一つです。で、シマトネリコっていうんですが、島っていうのは沖縄の方の島の島だということらしいです。あったかいところの木なんですが、千葉県もですね、最近あったかくなってきましたから、冬になっても葉っぱが落ちることがありません。もっと寒いとこ持ってきますとね、落葉します。一度寒い冬があってね、お客さんのシマトネリコの葉っぱが落ちちゃったんで心配したことがありました。例えばね、以前ここでね、太いのをね切ってますね。だからね、これ元気のいいやつに出会うとね、もう手がつけられないほど元気になっちゃって、大木になっちゃいます。太さもね、こんな太くなってね、いくら切ってもぐんぐん徒長して、そういうことになってしまうと大変です。ですからこの木もですね、今日はこの辺の太いのをですね、ごそっと落としてですね、少し痛めつけるという言葉を使うとよくないんですが、木に負担をかけてですね、大きくならないようにしたいと思います。それで私は今ですね、この太いのをね、ごそっと取ろうかと思ってるんです。こちらもここで取るか、この上で何本か分かれてるのをどんどん取っちゃう。で、それをやるときにですね、どういうふうに判断するかというと、もしこれを取っちゃったら残ってる枝はどんなのが残るかなと思うとですね、この辺に結構
細かい枝があってですね、形になりそうだなということが分かります。ですからこれをこの元から外す、これも外す、その後はね、微調整で、切っていきたいと思います。こちらから見るとね、この太いのがどんどん上に行ってますね。大きくなっちゃってるから、これなんかはね、この辺かな、この辺かこの辺でですね、ノコギリで切って短くしたいと思います。そうすることによってですね、この木全体の大きさが今より1メーター以上小さくすることができます。終わりました。こんな感じですね。これ切った枝ほとんど、こちらから見るとこんな感じです。いいでしょう。これで終わります。次のこれは品種名は何て言うんでしょうね。ソテツの仲間ですかね。これはね、そんな私も詳しいことは分かんないんですがね、こうやってこう枯が混じっちゃったような葉っぱ、今日はこれだけを切っておしまいにします。ウイルスとか細菌の植物病もありますが、95% 近くは、カビです。次はこの木です。この木はね、シモクレンかな。それでこういうところを見ていただくとね、もう小枝が張ってます。これもそうなんですけどもね、先端にもう花芽がついてますね。で大きさ的にはもうこの形にして、問題はね、これは徒長枝です。だからこの木の場合はこの徒長枝をですね、元から切る。これも徒長枝を元から切る。この徒長枝を元から切るということで、まずは徒長枝を取ってみましょう。はい、このシモクレンもね終わりました。根元もねきれいにしました。切った枝はこれで全てです。だいたいこういう長いのをね切り取ったのが主です。全てが終わりました。これはね、裏側のお隣との境の要餅です。八つ手を切りましたが、八つ手も葉っぱを減らせば大きくなりません。これでおしまいです。いいねボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。